あ、鼻についた。匂い嗅いだら鼻についたよ。最悪。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシノピーです。今回はこちら、ディターナーのクリーミータイヤドレッシングという商品を使っていこうかなと思います。メイドインポーランドですね。海外のものになるんですが、なぜこれを使おうと思ったのか、きっかけなんですが、この間、X の方で、おすすめの洗車用品ないですかっていう、そういったツイートをね、最近よくしているんですよ。その時にこちらおすすめですよと教えてもらって、こう目に入ったので、もう買ってみようということで購入しました。どんなものなのかっていうのは、いまいちまだ使っていないのでわからないんですが、特徴としては、まず水性ですよと。タイヤワックスっていうのは大きく分けてね、水性、油性ってあって、油性の方はタイヤに良くない影響がありますよと言われているので、今ほとんど油性を使う人はいないのかなとは思います。なおかつ CiO2 セラミック強化剤が入っていて、かなり強めのゴム製の香り、ココナッツの香り、サンオイルみたいな匂いします。で、1層目はサテン仕上げ、2層目以降はクリーミーなツヤと耐久性が得られますよと。で、2層3層塗り重ねて好みのツヤと超耐久でタイヤを保護します。脂っこい残留物が残らず、超撥水が効き、汚れの付着を遅らせ、さらにタイヤハウスなどのミ塗装樹脂パーツにも効果的ですよっていうのがこの商品の特徴になるのかな。で、金額は 500ml で2650円になります。この間その X でタイヤワックスに求めるものは何ですかっていうのも聞いてみたんですよ。で、やっぱ一番多かったのはツヤで、ツヤといってもいろいろあって、自然なツヤがいいですとかね、あとツヤはもうない、本当にマットな感じがいいですだったり、あとはもう施工しました感がすごい出るギラギラの感じがいいですみたいな、これはね好みだと思うので、今回この商品は塗り重ねることでツヤ感がまた変わってくるみたいなので、そこら辺をお見せしつつ、あとは施工性が気になってる方もたくさんいたので、塗りやすさですよね、伸びとかそこら辺も見るのと、あと汚れの付着とかもね、何日か後に見ていけたらいいかなと思っております。実際ね、施工してみないとわからないところがたくさんあるので、実際に今から施工していきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。ここで皆さんにお知らせです。2024年6月9日、滋賀県にある奥伊吹モーターパークで開催されるボクサーフェス in 奥伊吹、こちら去年も一昨年も僕会場に行っております。今年も車の大辞典カカカとして出店が決まりました。で、実際にブリタマ、ブリポケも販売しますし、会場で触ったりすることもできます。なので気になっている方はぜひ会場まで足を運んでもらいたいなと思います。それとこのボクサーフェスっていうのは、ボクサーエンジンが積まれている車両がオフ会だったり走行会を行います。ボクサーエンジンじゃないからなーって思ってる方、安心してください。ボクサーエンジンじゃなくてもイベントに参加することができます。それとボクサーエンジンの車が100台ぐらいねずらっと並んだりするので、 WRX だったり BRZ とかいろんなね車両が集まるので、欲しいなと思っていた方、ぜひ見に来てもらいたいなと思います。はい、そしたら外にやってきました。で、こちらがディターナの12番。これもなんか番号振ってあるんですよね。商品によって番号が違います。クリーミータイヤドレッシングと記載されているんですが、開けてみるとこんな感じですね。口がちょっとちっちゃくなってます。なのでドバドバ出てきません。で、タイヤを塗るアプリケーターっていう、僕がよく使ってるのはピタスポとか、ああいう専用のスポンジっていうのは付属されておりません。なので別で購入する必要があって、このディターナもタイヤアプリケーター販売しています。結構ねかっこよさそうな見た目はねおしゃれな感じなんですが、ちょっと柔らかそうな感じもするけど、そちらはね購入してません。僕はね普段ピタスポを使っているので、今回もピタスポでちょっと施工していきます。でもすでにわかると思うんですが、液剤がこんな感じで黒いです。なのでよりタイヤを黒くしてくれるっていう特徴があるのかなと思います。これね結構好き嫌いあると思うんですが、黒いことによって服とかに付着した時に黒くなっちゃうの嫌だとかね、そういう人もね中にはいるので、そこら辺は賛否両論なんですが、こんな感じです。
ちなみに匂いは先ほども言いましたがココナッツの匂いですね。でなんか奥にちょっとゴムっぽい匂いあるかな、どうなんだろうっていう感じけどもココナッツが強いです。普通に書いたらココナッツっていう感じです。白い手袋が黒くなるんですが、こう塗り伸ばしていった時にそんな真っ黒っていう感じではないね。若干グレーっぽい感じにはこの手袋になってるんですが、着色されてることによって若干黒み増すのかななんて思ってます。はい、そしたらこの車に施工していこうかなと思います。まずはねちょっと施工性を見たいので一旦どんな感じか使ってみます。結構ドロッとしてる。思ったよりこうポンポンとつけてって施工していくと。今のところいいですね。何がいいかって結構滑りがいい、伸びがいいので、こういう細かいところですね、ホイールとタイヤの隙間っていうところもしっかり塗り込めます。普通に塗りやすいね。匂いもやっぱいいですね。最初結構ツヤ感それなりに出るんですが、けど落ち着いてきますね。塗りやすい。結構本当にこんな感じですかね。普通に塗りやすいです。結構ね粘度が高いものだと塗り伸ばしにくいものも中にはあったりするので、そういう意味では塗り伸ばしやすかったなと僕は思っています。で1回目塗り終わったので2回3回マスキングテープかなんか貼って塗り重ねるとどうなるのかっていうのはやっていきたいところです。はい、そしたら1回目の施工が終わって1時間以上経過したので塗り重ねてみようと思います。2回目の塗り重ねですね。ツヤ感ね普通にいいわ。これ今のところ結構好き。これ2回ぐらい塗った方が調子いいかも。1回だと若干ねムラになりやすい感じ、タイヤに吸われてる感じと吸われてない感じでちょっとムラに、ね、なるような気がするけど、どうなんだろう。今のところ感覚だけのお話でいくとね、塗り重なってるっていうよりかは塗布量が少ないところ、そんなところがまた塗られていい感じになってるような感じなんだよね。重なってる感じなのかな、どうなんだろう。一旦こんな感じで2回目塗り終わりました。で1箇所だけ3回目を塗って1層2層3層でどんな違いがあるのかっていうのを見ていきます。ちなみにこの部分ですね、このタイヤワックスが垂れちゃったんですよ。ちょっと放置してたんですが、これを見ると層になりそうな気がする。ほらこうなんか膜がちゃんとできてるっていうか、なんかすごいね、ちょっと固まってる感じがあるの分かります？ビニールっぽい感じになってる。乾いちゃったとしても取ることはできますね。ちゃんと拭けばもっと綺麗になると思います。はい、そしたら3回目の施工をしていこうと思います。僕素人目に見てもツヤ感は変わってます。しっかり変わってる。濃くなってる。だけど濃くなってる中にも自然なツヤ感っていうのかな、ギラギラ感ではない。ここは3回目いきますか。やっぱね固まってるんだろうね、ちょっとゴムっぽい感じで。だからこの塗り重ねていく時にもう表面が結構ツルツルになってんのか、染み込み感がない。ほんと塗り重ねてる感ですね今のところ。はい、こんな感じです。そしたら一旦これはこれで終わりにして、またちょっと乾燥させたいので翌日改めてどの面がどうなのか、何回目なのかっていうのをフラットに分かるかどうかっていうところを明日見てみようと思います。なので一回マスキングテープは剥がしちゃいます。マスキングテープのところは1回目のところなので違い出てますね。やっぱり1回目の方が若干薄いね。肉眼で見ても下側がちょっと白っぽいって言い方おかしいね。薄いっていう感じかな。塗り重ねてった方がやっぱ濃く出てるけど、今のところ2と3の違いはねあんまよくわからない感じだから、2でストップでもしかしたらいいかもしんないかな。一旦また明日にしましょう。はい、そしたら翌日ですね。昨日の印象とそんな変わんないかな。やっぱ1層の方がちょっとツヤが落ち着いていると。で2層3層の方がツヤが出てます。でマスキングテープは1層のとこなので、それと比べても2層3層ツヤ出てるんですが、2層3層の違いはあんまないので、やっても2層ぐらいまでなのかなと思っております。じゃあ一回水をかけて洗ってみたりしてみますか。そしたら水かけてみます。お、弾くね。すごいしっかり弾く。すごいねこれ。水弾きに関して言えば、2層3層の方が弾いてるように見えるけど、近くでお見せします。こんな感じの方が分かりやすいかな。境目はねちょっと分かんなくなったな。この辺にありそうだけど、ほら
結構バチバチ弾いてます。一回洗ってみましょうか。これは中性シャンプーです。これで軽く撫でるような感じで。結構汚れたね。そんでもって水をかけると。水はじきはねちょっと弱まったなけど撥水してるね。ソフト99のブラシでやってみます。で一部分この辺だけやってみますか。2回塗ってるとこかな。画角が良くなかったね。弾いてるわ。乾かしてツヤの方もう一回見てみましょう。はい、そしたら乾きました。どうでしょうか。僕が見る感じはツヤ感みたいなのは残ってるんですが、かなりね落ち着いたかなと。特に2層3層のところはだいぶ落ち着いて、1層とあんま変わんないかなといった感じですね。自然な黒さになりました。なのでやっぱ洗ってしまうとちょっとツヤっていうのは落ち着いちゃうのかなと。けど全部がなくなってしまうっていう感じではなく、1層目ぐらいに戻った感じかな。そんな感じのイメージです。ブラシでこすったところが特になんか白っぽくなってるかって言ったらそんなこともなさそうですね。それちょっと分かりづらいかもしれないので他の商品と比較してみます。はい、反対側にやってきました。現状軽くホイールを洗った程度。水はじき、タイヤの水はじき見ることなんかあんまないんだけど、こんな感じですね。ベターっとはなってないけど、やっぱりさっきのクリーミータイヤドレッシングを施工したところと比べると水はじきは弱いかなといった感じですね。こんな感じです。これを吹き上げて半分ずつ似たような商品で比較していこうと思います。はい、そしたらこちらですね。シュアラスターのタイヤコーティングプラス R という商品と比較していこうと思います。これを選んだ理由としては、これもミ塗装樹脂にも使用することができると。シュアラスターのタイヤワックスに比べて耐久性もある。で、商品的にもちょっと似ているなと思ったので、こちらで比較していこうと思います。施工はね、ちょっとサクッといきますか。タイヤコーティングプラス R。これは結構ね、シャバシャバですね。施工していきます。で、液剤は白ですね。で、これも一応2回塗りまでいきますか。ミ塗装樹脂もこの後やっていきます。で、匂いはちょっと海苔っぽい匂いですね。で、もちろんこのアプリケーター、ピタスコですね。これは商品変えるごとに使い分けております。なので先ほどのクリーミータイヤドレッシングの成分が残ってるっていうことはないです。はい、こんな感じですね。で、続いてクリーミータイヤドレッシングですね。こんな感じ。ツヤ感はね、今のところ似てますね。この後多分1回乾かすともうちょっと引いてくる感じで、そしたら2回目塗ってって感じですね。その間にミ塗装樹脂いきますか。はい、そしたら続いてミ塗装樹脂に使っていこうと思います。タイヤハウスっていう表記だったんですが、タイヤハウス内は見にくい、撮影としてね見にくいので、このフェンダーで試していきます。で、右側がクリーミータイヤドレッシングですね。ツヤは出てるんじゃないかな。こんな感じですね。続いてシュアラスターのタイヤコーティングプラス R。こんな感じです。で、タイヤも2回目いっちゃいますか。はい、こんな感じで施工終了です。そしたらこれもちょっと1日置きましょう。で、ミ塗装樹脂のところちょっとマスキングテープを1回剥がしちゃいます。こんな感じですね。しっかり違いは出ていますが、どっちの方がツヤが出てるとか、どっちに何を施工しましたかって聞かれたらわからないですね。一旦施工直後はこんな感じになります。はい、そしたら施工から1週間程度経過しました。で、その間に結構雨とかね、昨日なんか風もすごかったし、かなり大荒れだったんですが、現状どうでしょうか。ミ塗装樹脂のところはしっかり色が分かれてますね。で、タイヤの方も未施工のところマスキングテープの跡が真ん中にあるので、ツヤ感っていうのはまだ持続されてる状況かなと思います。で、左右で見比べた時にそんなね大きな差はなさそうなんですが、汚れのつき方がちょっと違うなといった感じです。これもしかしたらわからないかもしれないんですが、ここにマスキングテープの跡があって、ホコリが左側の方がちょっとばかし多くついてるように見受けられます。若干ね、こんな大きな差ではないんですが、なんとなくホコリが多いななんて気がしますね。
この辺のちょっとキラキラした砂ぼこりみたいなのがやっぱり左側シュアラスターのタイヤコーティングプラス R の方が全体的にちょっとわさっとついてるかなといった感じです。近い距離なんですが、ツヤ感もそんな差はないって言ったけど、タイヤコーティングプラス R の方がまだちょっとツヤが残ってる感じが若干ある。ちょっと濃い感じがあるんだよね。その分なのかホコリが付着しているなと。そして最後水かけてみます。いきます。なんか両方ともしっかり撥水している感じですね。これといってどっちの方が水はじきがいいっていうのは言いにくいぐらい、両方ともしっかり撥水している感じがあります。ちなみにフェンダーのミトソー樹脂ですね。ミトソー樹脂に関して言えばタイヤコーティングプラス R の方が撥水してますね。右側のタイヤドレッシングの方はちょっと撥水が弱い感じがあるので、今べちゃっとした水がついていて黒っぽく見えるですが、ツヤの感じでいくとそんな変わんない気がする。一回拭いてみますか。これでまた変わる可能性あるんだけど、ツヤ感は変わんないですよね。そんなミトソー樹脂にはタイヤコーティングプラス R の方がもしかしたらいいかもしれないと。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちらディターナーのクリーミータイヤドレッシング、これすごいいいですよとおすすめされたので実際に使ってみました。使ってみた感想としては本当に良かったです。やっぱおすすめしてくれるだけあってすごい使いやすかった。良かった点としてはまずは施工性ですね。ちょっとドロッとした液剤なんですが、けどなんかその想像以上、見た目以上にすごい伸びるなと。ツヤ感の方は1回2回でツヤ感が変わるので、これまた面白いところ。1回目の方が落ち着いていて、2回目の方がちょっとツヤ感が増す感じがあるなと。ホイールにね、ちょっとついた時にペロって箱を剥がれたので、2回施工しておいた方がやっぱ耐久性はあるのかなと僕は思っております。で、あと匂いですね。これがココナッツみたいな匂いで嫌な匂いがしないから、その辺もねすごい良かったです。気になる点としては液剤がちょっとグレーっぽい感じなので、そこが気になる人いるのかななんて思ってたり、あとは量販店とかですね、オートバックス、イエローハット、ジェームスとか、あとなんならホームセンターとかには売っていないっていうところがまた一つデメリットになってくるかなと思います。似たような商品ないかなということで、こちらシュアラスタのタイヤコーティングプラス R、 これねミトソー樹脂にも使えます。クリーミータイヤドレッシングもミトソー樹脂にも使えるので比較してみたんですが、ツヤ感はね似たような感じけど、タイヤコーティングプラス R の方が若干砂ぼこりがつきやすいかな。その代わりツヤ持ちがいいかなといった印象ですね。これも2つ施工してなんとなくそんな感じっていうレベルなので、丸々1本施工した時には気にならないレベルだと思っております。違いが大きく出たのはミトソー樹脂に施工した時の撥水ですね。あれは動画で見ても分かる通り、タイヤコーティングプラス R の方が撥水の持続が良かったです。だからその辺も踏まえてどっちを買うか判断するのがいいのかなといった感じです。ちなみに僕はねシュアラスターのタイヤワックスっていう黒い方をよく使うんですが、あれに関して言えばツヤ感と伸びと匂いが僕好きなんですよ。けどデメリットとしてはやっぱりその持続性ですね。結構すぐツヤが落ち着いちゃうところがあるので、もうちょっと持続させたいよっていう方はこの商品が向いているのかなと思います。なので気になる方はぜひ購入してみてください。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。